はい、現在立教大学文学部で、ヨーロッパの歴史を教えております小沢と申します。はい、私がそのヴィンランドサガの原作を読んだのはですね、最初に少年マガジンで連載されていたその最初からですね、アイスランドのですね、その風景であるとかですね、その船のですね、その描写のあり方だとかですね、あとはそのイングランドに行った時のですね、その兵たちの戦い方であるとかですね、なかなか我々歴史家でもですね、難しいところはあるんですけれども、でも可能な限りですね、おそらく佐賀を参考にされていると思うんですけれども、そうした記述にのっとりながら漫画を生村さんは書かれていたんだろうと思います。漫画はですね、言ってみれば静止画なので出てない情報もあるんですね。でとりわけその背景でね、例えば食べ物であるとか家であるとかですね、そして風景であるとか、そういった情報がですね、漫画を見ただけではですね得られないこともありますので、私にはですねそういった情報を、提供してくれっていうふうにですねスタジオさんおそらく監督さんからの指示なんでしょうけれども、それをいただいて、私が、可能な限りでお答えするという役割です。強いと思います。というのはどういうことかというとですね、ロングシップっていうんですけれども、ロングシップっていうのはですね、その船の真ん中に、龍骨というのがあって、これは大体1本の木で作るんですね。で、その周りに、クリンカービルトという作り方になるんですけれども、こう板をですねこう一枚一枚重ねて貼っていくんですね。で、重ねて貼った間にこう木のおがくずをこう詰めでですね船全体を作っていくんですけれども、その場合はですねこう横から波が来た時もですね、おがくずとですねこの板張り構造がですね波のクッションとしてですね吸収して、ですので、もちろん沈没する船もあるんですけれども、ただ他の船なんかに比べると、粗いその対応ですかね、そこの航海にも適しているんだろうとは思います。なるほど。フィンランドサガの、原作というかですね、元になったお話というのはですね、アイスランドで14世紀に書かれたですね、赤毛のエーリクのサガとですね、グリーンランド人のサガという2つのサガがあります。で、それら2つをまとめて通常そのヴィンランドサガというふうに、専門家は呼んでいるんですけれども、そこにですねアイスランドを出港したバイキングたちがグリーンランドに到着し、さらにグリーンランドのですね先に、大きな大陸がある。でそこに到達して、現地の人たちと交流をしたっていうふうな話が載っているんですね。現在我々研究者がそのバイキングの研究をするときもですね、まず最初はそのイングランドや、大陸フランク帝国、フランク王国などに残っているですね、同時代の修道士や教会の人たちが書いた年代記を使うんですね。でそちらの方にたくさんその情報が、バイキングたちの情報がたくさん残っているんですけれども、ただ他方で、北欧の人たちがですね、情報を持っていなかったかっていうと、そういうわけでもないと。彼ら自身も、その古いアイスランド語を使って、あと文字はそのルーン文字というですね、特殊な文字を使っていたんですけれども、それで、短いながら、記録を残していました。ただヨーロッパの側がですね、原則としてその文字で記録を残す文化だったのに対してですね、北欧のバイキングたちっていうのは、文字では少ししか残さない。多くは、口伝ですね、オーラルで言葉を伝えていくっていうことをやっていたように思われます。現在のアイスランドを見ても、お分かるかと思いますけれども、アイスランド自体がですね、その火山でできた島ということもあって、とてもではないけれども、農耕にはですね、適してないんですね。じゃあ、アイスランドの人たちはどうするのかっていうとですね、牧畜ですね、羊であるとかですね、そういったものを中心にですね、彼らは生活をしている。もちろん周りが海ですから、魚とか魚介類ですね、魚とかですね、クジラであるとか、そうしたものもですね、彼らの、食料となっていたりとかしますね。でそのバイキングっていう言葉は、知られていると。なんですけれども、大多数の人はですね、要するに、単なる海賊だというふうに考えていたと思うんですね。で、角のついた兜をかぶってですね、各地を荒らして帰ってくる。これがバイキングだと
いうことだったんですけれども、ただもう実際のですねバイキングたちっていうのはそういうことではなくて、もちろんその海賊でもあるんですけれども、彼ら自身もですね、その農業というかですね、そういった牧畜等も行いますし、今研究者の世界でよく言われているのは、彼らは商人としてのですね姿が非常にこう大きかったんだということなんですね。ですので、ビンランドサガの中にもですね、いろいろ取引をする場面等が出てきますけれども、やっぱり彼らの商業というのがですね、当時のヨーロッパ世界のですね商業の在り方も変えていくと。他の人たちは、どちらかといえば自分の国にとどまっていたんですけれども、バイキングたちはもうあちこちにこう行ってですね、商社と同じような中継貿易をですねやっていたので、彼らの存在が、ヨーロッパのこの交易ネットワークを変えていったっていうところはですね、言われているところではあります。もちろんキャラクターの動きなどもですね見てほしいんですけれども、彼らの服装であるとかですね、その持っている本であるとかですね、お金の在り方であるとかですね、非常にこう細かい点なんですけれども、そういったところにもですね監督さんのこだわりっていうのがおそらく出てくるだろうと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。